皆さんこんにちは。まゆずみゆずと申します。ネットカルチャーと作ることが好きな喋る肉の塊です。音声は、声フォントスタジオのミリアルちゃんを使用しています。透明感のある可愛い声がお気に入りです。今回は、最近 VTuber デビューされた超次元アイドルクロリアのハロウィンイラストに使用する、2人の衣装のデザイン解説を行っていきます。ハロウィン衣装を描きたいというわがままを快く開拓してくださったクロリアのフェルルネさんとさんさん、ありがとうございました。おかげで、楽しくイラスト制作をすることができました。どんなハロウィン衣装がいいかと尋ねたところ、童話不思議の国のアリスのアリスと時計うさぎでお願いしますと頼まれました。デザイン元を意識しつつ、いかに私のオリジナリティを出すかを試行錯誤できて楽しかったです。なお、次回は、この衣装を使用したハロウィンイラストのメイキング解説動画を投稿しますので、楽しみにしててくださいませ。では始めていきます。最初に、厚塗りブラシ一覧の中にある、色変化ブラシを使って、大体のシルエットを描きます。私は、配色のイメージが最初に浮かんだ時は、色から画面にベタベタと塗ります。そして、最初にポーズが浮かんだ場合や、手元に参考とする写真がある場合は線画から描きます。今回は、配色やポーズよりも、真っ先に特徴的な服のシルエットが頭に浮かんだので、シルエットから描き始めました。シルエットを描くときには、色変化ブラシと赤と青の2色を使って描きます。この色の組み合わせは、色がごちゃ混ぜになっても汚くならず、しかも重ねて塗っていくと、なんとなく立体感が出る感じがするので気に入っています。線画を描いていきます。左がフェルルネさん、アリス衣装、右がサンさん、時計うさぎ衣装の立ち絵です。アリス衣装のデザインをするために、ピンタレストでアリスについて調べたり、アリスモチーフのキャラクターを調べていたら、コルセットを身につけたアリスのデザインが見当たらなかったので、コルセットを取り入れました。シャキッとしたかっこいいデザインになったと思います。でも、靴下は、モフモフとしたルーズソックス、ギャップがいいと思いませんか？そして、フェルルネさんは、特徴的なくるくるとした螺旋状のリボンを身につけているので、アリス衣装の髪飾りや、コルセットの背中の紐にも、くるくるリボンを取り入れてみました。お次は、サンさんの衣装の線画です。スカートの形状は、ネットで調べて見つけたものです。シルエットからも感じ取れる賑やかな形状が、サンさんの持つ明るいイメージにぴったりに感じました。さらに、アリスの舞台は、不思議な森の中なので、動き回ったら、木の葉が擦れる音がしそうなこのスカートは、テーマにぴったりだと考えたので採用しました。時計うさぎには、名前に時計が含まれており、時間にきっちりしている、真面目な印象を受けました。なので、上は、ワイシャツとネクタイにしてみました。塗りを進めていきます。この段階では、特に解説することがないので、最近私が作った料理の話をします。トリックオアトリート、ハロウィンと言ったらお菓子ですよね。最近、私は、YouTuber のまんまるキッチンさんが投稿する少ない材料のお菓子作りにハマっており、バナナケーキ、抹茶のもちもちパン、バスクチーズケーキなどを作ってます。最近、なぜか昼夜逆転を極めすぎて朝4時に起きて、深夜22時には、必ず眠りにつく超健康的な生活になったのもあり、朝起きて、すぐにバナナケーキを作ったりしてます。そして、つい最近、お菓子ではなく、豆腐のハンバーグを作ったんですよね。豆腐でハンバーグを作れるなんて面白そうだと思い、材料を買い揃えたのですが、具材を練る段階で、豚のひき肉が必要だということに気づきました。早く作りたいという気持ちが先行してしまい、ちゃんと材料を確認していなかったんですね。ついでにすりおろしニンニクも買い忘れていました。豆腐のハンバーグなのに、結局肉が必要なんだと気づくも、ひき肉は冷蔵庫になかったので、魚肉ソーセージで代用しました。しかし、ソーセージはひき肉ではないので、なかなか混ざりませんでした。
仕方なく芋を潰す網目状の道具でどうにかこうにか混ぜ潰しました。そして、フライパンに材料を丸めて入れる段階で、丸められるほど全体が、ねっとりしておらず、むしろ、豆腐の水気をちゃんと切れていなかったので水分量が多く、べちゃべちゃしていて丸められるものじゃありませんでした。焼けば固まるんじゃないかと思い、それをフライパンにぶち込んだのですが結局丸まらず、ところどころ焼けている肉でできた何かが出来上がりました。祖母に、これは何の食べ物だと思うか尋ねると、チャーハンと答えられました。なので、皆さんは、料理を作る際は、ちゃんと材料を確認してから作りましょう。あと、豆腐ハンバーグを作る際は、豆腐の水気はしっかりと取りましょう。そして、豆腐ハンバーグでも肉は使います。私からのアドバイスです。フェルルネさんアリスの服の袖は肩だけだったんですが、ハロウィンは秋なのにそれでは肌寒いだろうと思い、アームカバーに変更しました。髪型も最初はまとまっていたのですが、シルエットに動きをつけたいと考えて、毛先を二手に分けました。サンさんの衣装モチーフである時計うさぎの特徴のうさ耳や首飾り、トランプの後ろの衣装をどうにかこうにかデザインに取り入れたいと思っていたのですが、実はどうすれば全て取り入れられるかずっと悩んでいました。うさ耳はうさ耳パーカーとして取り入れれば良いんじゃないかと思いついた瞬間、首飾りはおしゃれな縦襟、お城の衣装は前開きにすれば良いんじゃないかと、次から次へとアイデアが思い浮かび、完成しました。本衣装デザイン一番の最高難易度であり、最高達成感を得ました。さらに、時計うさぎは、駆け回っているイメージが強いので、同じく、フィールドを駆け回る印象を持つゼルダやドラクエの主人公のように、茶色いブーツを履かせてみました。最後に、アリスには、お上品なイメージがあったので、それを表現するために、コルセットの形状を塩ビ服みたいにしました。おしゃれじゃないですか。と、いろいろあってデザインが完成しました。制作時間は約7時間でした。フロリアのお二人にも確認していただいたところ、とても魅力的だと感想をもらい、非常に嬉しかったです。そして、次回は、この衣装を着た鬼人のハロウィンイラストメイキングです。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。